はい、YouTube、オードマン TV のオードマンです。本日仕事が休みの私はこちらにやってきました。札幌市の丸山公園でございます。ただいま北海道札幌は桜がちょうど満開でございます。本日やることがない私はここ丸山公園に花見をしにやってきました。いやー、それにしても見てください。綺麗です。とても綺麗です。そしてですね、こうやって、桜に近づいて撮影しているのは大体が外国人です。それではちょっと向こうの方にも行ってみたいと思います。ここ丸山公園は札幌の西区にある公園です。近くにはですね、北海道神宮とあと丸山動物園という札幌が誇るメジャーな観光地が併設している区画になりまして、今年のお正月に私ここ北海道神宮に初詣に来ました。でこの丸山公園はその北海道神宮や丸山動物園の他に桜の名所でも一応有名な場所でございます。今日はですね5月1日ということもあって、ゴールデンウィーク期間中なんですけども、一応の平日で今回私の派遣だったんですけども、4月30から5月2日までの平日も休みになってしまいました。派遣先の仕事の方で、とりあえず仕事ないから大野さん休んでいいよと言われて、まさかの私、10連休となってしまいました。ということで、北海道神宮の鳥居にやってきました。中に入ってみようと思います。で、さすがにゴールデンウィークということもあって普段はない両サイドに露店が並んでますね。でも中にはこうやって閉まってるお店もありますね。今私が来た道はこちらからなんですけども、こっちの方にですね、多くの桜が咲いているような感じなのでちょっと行ってみたいと思います。で、ただいまの時刻はまだ午前10時半ということもあって、まだですねこの露店の方もそこまで賑わってないかなという感じです。こっちがそうですね、ここがこの丸山公園の中の一葉の桜の観光スポットという感じになってますね。ちょっと行ってみよう。樹木保護のため、柵内に立ち入らないでくださいと日本語で書いてます。できることなら中国語でも書いてほしいかなと思っております。だいたいこういう柵に入っていくのって大体が中国人です。なので本当は中国語でむしろ中国語のみで書いてもいいかもしれません。ということでここの桜のコーナーだったんですけども、ちょっともう散っちゃってますね。散っちゃってますし、こういう手が届く低い枝の桜はもしかしたらもう中国人によってこうやって振り落とされる光景がよく YouTube とかニュースでも見ますけども、咲いて散っちゃってますね。あと昨日の夜もですね結構風が強かったんで、そこでこの桜の花が散ってしまっちゃったのかなという感じですね。でもここの白い花、これはとても綺麗です。鳥のさえずりも聞こえる、とても気持ちの良い本日となってます。ただ今現在の気温が、11度2度と晴れてるにもかかわらず、晴れてますけども意外に気温が低いんですよ。なので今日私は春だけどライトダウンを着てきました。ライトダウンを着てきて正解かなと思ってます。寒くてブルブル震えるよりはあったかい格好で、桜を見た方がいいかなと思ってライトダウンを着てきました。そうですね、やっぱり結構もう花が散っちゃってますね。残念です。
こうして遠巻きで見ると、まだ結構咲いてるかなと思うんですけども、近くで見るとほとんど散ってます。あと数日ですね。数日早ければもう少し満開の咲き乱れた桜が見れたかなっていう感じですね。ただですね、今年私花粉症がひどくてですね、本当に今年はやばいです。で、北海道の場合、この桜のシーズンと、北海道の場合は白樺花粉ですね。スギ花粉じゃなくて白樺花粉。白樺花粉のその飛ぶ時期がちょうど重なってて、今年は本当に一気に来ましたね。私のその花粉症の主な症状としては、鼻水、くしゃみ、で一番ひどいのが目のかゆみ。本当に目がかゆい。で、今日はですね、花粉症に効く鼻炎の薬を飲んでやってきました。本当に今年は花粉症がひどくて参っております。この桜綺麗ですね。形と言いつつ、色と言いつつ、とても綺麗です。私、桜の品種に詳しくないので、これが何なのか分かりませんが、残念なことにここももうほとんどが葉桜となっております。今私はこちらの方で桜を見てきました。結論としてはもう葉桜です。一応ですね、昨日ウェザーニュースの中の桜のコーナーで、この丸山公園の開花状況を見たらまだ満開という表示だったんですけども、先ほどもお話ししたように昨日の夜結構風が強かったんで、それで結構花が散っちゃったかなという感じですね。あと1週間早ければもう少し綺麗な桜が見れたかもしれません。残念です。ここに見える白い木、これが白樺の木になりますね。今現在、北海道はこの白樺から大量の花粉が放出されているという状況でございます。私、子供の時からもその鼻水が出たりくしゃみが出たり、この時期はあったんですよ。ただ子供の時の私はこれは花粉症ではないというなんか変な考えがあって、で大人になってからいろいろこの症状とかを検証してみたら、自分は花粉症だったということに気づきました。ただですね、耳鼻科に行くほどでもなく、ドラッグストアで売ってる鼻炎の薬を飲んで、ただ症状が治まるので、そこまで重症ではないかなと思うんですけども、やっぱりこの時期はしんどいですね。で、特にこの白樺花粉もですね、この札幌がある道央地区ですね。道央地区と函館方面の道南地区が結構症状中か花粉が放出される量が多くてですね、北海道の東の方、釧路の方とか稚内の東北の方は比較的花粉が少ないので、この期間にそれらの方に避難するというのも一つの手かもしれません。ここもですね、露店が出ております。いいですね、なんかようやく憎たらしいコロナも終了して、ようやく普段の日常生活が戻ってきたかなという状況ですね。いいですね。先ほどもそうだったんですけど、結構今日閉まってる露店が多いんですよ。ゴールデンウィーク期間中であるけれども、というのがやはり今日は5月1日の水曜日だからだと思います。暦ではただの平日なんですよ。そのゴールデンウィークの休みに挟まれた平日だから、こうして見るとやはり子供の姿がないです。あるのは高齢者、中年、派遣社員、無職、あと外国人の方たちの姿ばかりですね。なので今日は休んでるのという感じなのでしょうか。そして私は今こちらにやってきました。神宮茶屋というお店です。で、ここのですね、名物がご覧ください。名物福祉餅というお餅なんですよ。
で、今年のお正月に来た時、ここ長蛇の列で、買えなかったんですけども、今日はちょっと並んで買ってみたいと思います。しかしもうすでにお店の外まで列が出てます。ちょっと並んでこの名物福島餅を購入してみたいと思います。できました。熱い。出来たて、焼きたてで熱いです。そして列がさっきより並んでいる。出来たての焼きたてであちあちでございます。ちょっとここのベンチに座って、さっき私これ福島餅って言っちゃったんですけど、正しくはふくれ餅でした。美味しそうですね。じゃあいただきたいと思います。いただきます。普通に美味しい。このうるち米って言ったかな。うるち米を使ったお餅の中にあんこが入ってて、それをプレスかけてあえてる、そういう感じの焼き餅ですね。皮はパリパリとしていて、中心部は餅だけにもちもちとしている。で、あんこの甘さも程よい甘さでよろしい感じですね。ただ結構このうるち米がもちもちしてて歯にくっついてしまう。くっついてしまいますけども、美味しいです。これで1個250円税込みです。で、今こう店内並んで買った感じとしては、半分が外国人のお客さんですね。その外国人のお客さんのほとんどがアジアですね。ヨーロッパ、欧米系の方は少ないですね。美味しい。ふくれ餅、美味しかったです。少しお腹が膨れた感じになりました。なんてね。あとですね、最後にせっかく、北海道神宮オブ北海道に来たんで、こちらでお参りをして、そして今日の花見と言いつつほとんど葉桜でしたが、お参りをして帰りたいかなと思ってます。すごい綺麗な桜、が一本だけ咲いてました。ほんと綺麗ですね。まだ散っていない感じですね。綺麗、見事です。いいんだけど、ちょっと思ったら
か神社に来るとパワーをもらえそうな気がして、なんかテンション上がるのは私だけでしょうか。ということで、これからお参り。本日の賽銭金額は10円。10円を賽銭として投入したいと思います。着物姿の女性が素敵ですね。ということで今、私、こちらで10円の賽銭でお参り済ませてきました。お願い事を10個ほどしてきました。まあ内容としては、今年のお正月の初詣の時にお願いした内容とほぼ変わりません。はい。ということで、とりあえず、本日は桜も見ましたし、そういえば、この北海道神宮で大事なものを一つ私忘れてました。それは何かと申し上げましたら、あちらに見えます。六花亭北海道神宮店限定の半願様という商品でございます。この半願様という商品は、六花亭のこの北海道神宮店でしか買うことのできない貴重なものになります。半願様買いました。お値段なんと130円です。この円安のこの時代、1個130円。そりゃあね、海外の方たちも並んで食べますわ。ということで、ちょっとベンチに座って食べたいと思います。半願様、いろいろとちょっとこの包装紙の裏に書いてますけども、読むのがめんどくさいので、このまま食べたいと思います。こんな感じになってますね。じゃあ、いただきます。うん。うん。美味しい。美味しいです。うん。うん。で、この半願様も先ほどのふくれ餅と一緒で、店内で焼いて出来たての熱々をもらえるというものになります。さっきのふくれ餅は完全にあんこの入ったお餅をプレスして平べったくしてたんですけども、こっちはですね、1センチちょっと、1センチ半、1.5 センチぐらいの厚みが残したまま、両面を軽く焼き上げたという感じになりますね。中にあんこが入っている。なのでさっきのふくれ餅と、似たような商品になるんですけども、これはこれで美味しいです。で、あんこ的には、こっちの方、半願様の方が、私は好みです。こっちの方のあんこの方が、甘さが絶妙。こっちは、粒あんですね。美味しい。なので、北海道神宮お越しの際には、ぜひともこの六花亭の半願様をどうぞ召し上がってください。本日は、この丸山公園に桜を見に行く花見という目的で来たんですけども、残念ながらほとんどの桜はもう葉桜となってしまいました。ただ一部の綺麗な桜も
見ることができましたし、あと、美味しいハンガン様とふくれ餅も食べることができたので、今日は良い一日だったかなと思っております。で、時刻はですね、現在、お昼となってますので、帰りにちょっと何かを食べて帰りたいなと思ってます。